八兵衛さん、大変だよ。事件じゃなさそうだね。いや、青山様が困ったことになりやしてね。青山様が？えとうとう奉行所内取締りの年番型与力に呼ばれたぜ。どうなることやら面白いね。孫さん、青山様がどうしたんだい？いや、それがね。日本橋の呉服屋の女房を無理やり自分のものにして金を貢がせ自害に追い込んだ点ですよ。なんだと？下町は最低最悪だなんて抜かしやがって、自分はどうだってんだ。平助、青山さんをお認めになったわけじゃない。火のないところに煙は立たない。他人に厳しく自分に大甘。ふざけやがって。青いね、平助。人間なんて所詮そんなもんや。間違いねえのか、剣豪。今朝早く女文字の手紙が奉行所に投げ込まれましてね、そう書いてあったそうなんですよ。それで今まで青山様にボロクソ言われてたお歴々がもう喜んじまって、これで青山様もお役御免。久蔵さん、あっという間のよりき暮らし。ベベン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 ベベン。磯川さん、どうしたんだい？青山様の後釜が誰になるのか、もう探りを入れに行ってますよ。日本橋の呉服屋、扇屋の女房、しずですか。さよう。心当たりござるかな。ありますよ。それならばそれでいいのだが、それですぐに調べたところ、このしずなる女房が5日前に自害いたしておりましてな。おしず。その原因、手紙には青山殿、お主に乱暴され、それを夫に知られたくなければ金を出すと脅され、貢ぎ続けたのを苦にしてとあるが、いかがかな。まあ、それならそれでいいでしょう。青山殿、それならそれでいいとはこの手紙に書いてあることを認めるのですな。認めぬと言ったら信じますかい？それは。まあ信じようが信じまいがあなた方の勝手ですがね。ごめん。急がいにございます。うん、入れ。どうだ、青山は何と言っておる？謹慎もしないと。なんだと？おのれ、なんと恥知らずな。武士の風上に置けぬわ。我らの些細な行事を不正だの怠慢だのと騒ぎ立てるくせに、必ずお役御免にしてくれる。磯貝、青山のこれまでの行状でうさんくさいものを洗い出し、逐一報告いたす。さすればその方も先に望みが出てくると申すもの。はは、ありがたき幸せにございます。どうも。おう、何か用かい？投げ込まれた手紙の話、身に覚えあるんですか？そう聞くとこ見るってえとまんざら嘘とも思えねえかい？人間誰しも魔が差すってことありますからね。仏の八兵衛か、優しいもんだね。まあ一応聞いてみただけですが、私としては誰かが仕組んだんじゃないかと。おめえもそう思うかい？ええ、こいつは失礼ですが、青山様は何かと恨まれてますからね。随分とはっきりいいじゃねで、恨んでる者に心当たりは？多すぎて見当もつかねえよ。
片平様。青山は何て言ってた？別に。そうか。何か？年番型のお歴々がな、これを機会に何かと煙たい青山をお役御免にしようと画策しているのだ。でしょうね。青山はこの北町にはびこる不正と怠慢を一掃して町奉行所本来の姿を取り戻そうとしている。それを年番型の年寄りどもは。どうだ八兵衛、俺と一緒に年寄りどもと戦い青山の窮地を救おうではないか。片平様、私は与力の片平様とは違い一介の平同心。年番型のお歴々と戦うなど恐れ多くて、それにいかに北町のためになる方でも呉服屋の女房の一件がまことなら私は許せません。あしからず。八兵衛、その方志はないのか？青山様のうさんくさい行状ですか？どうだみんな、何かねえか？あったらどうするんですか？まあそれはだな。青山様の足を引っ張るネタにするのに決まってんだろ。きったね磯貝さん、私は遠慮させていただきます。一郎太、青山様はな、大家の女将を自害に追い込んだかもしれんねえだぞ。このままでいいと思ってんのか？だったらその真相を突き止めるのが先でしょう。俺も同感だな。一郎だ、見回り行こうぜ。世間知らずな青臭いガキどもが。磯貝さん、え？見返りはいただけるんでしょうね。もちろんよ。青山様がお役御免になりゃ俺の出世は間違いねえ。それはお前見返りなんぞ。よりどりみどりや。じゃあ何かい、大木屋の女房のおしずが5日前に首をつったのは間違いねえのか？へい、あっしもすぐに駆けつけましたんで。夫婦仲はどうだったんだい？奉公人たちの話じゃそれはもうよかったと。あれが旦那の直吉と一人息子の直太です。そうか。衣装なかったのか？へい、何も。そうか。ところで徳松、大木屋には奉公人の他に女いねえのか？おりませんが、それが何か？奉行所に投げ込まれた女文字の手紙、誰が書いたのかなと思ってな。ひょっとしたらおかみさんの妹かもしれませんね。妹？へい、おかみさんの実家は浅草で笹屋っていう茶店を営んでまして、そこにおくみっていう妹がいるんです。なるほどね。妹か。おめえさんがおくみかい？はい。北町の青山久蔵だ。おしずは気の毒なことをしたな。やめてください。姉さんが首をつったのはあんたのせいだ。あんたが殺してるのもんなんです。それなのに何がよりきよ。人殺し。帰ってください。手紙おめえさんが書いたんだね。もし私が書いたっていうのならお縄にしようって言うんですか？おしずに聞いたのかい？手紙に書いたこと。そうです。姉さんが私に泣きながら話してくれたんです。北町の青山って与力にひどい目に遭っているってそう言ったんです。違うな。おしずがそんなバカなこと言うはずがねえ。バカなことって、あんたに何が分かるって言うんですか？帰ってください。人殺し！くそー！
上が女ったらしのゆすりたかりなら下はごますり野郎にキザな遊びに、おまけに共済家のおっさんと糸の切れたタコだ。まったくどうしようもね平助さん、実はえ。一郎だ、このまま放っとけるか。私は。よし、これから俺が談判に行って事の白黒はっきりつけてやるぜ。平助さん、待ってください。平助さん。ありがとうございました。ありがとうございました。おかみさん、どこに談判に行ったんですかね。きっと青山様のところだよ。大丈夫なんですか、そんなことして。なーに、夜風に当たって酔いが覚めれば恐ろしくなるのに決まってるよ。何が恐ろしくなるんだい。いらっしゃいませ。おじいちゃん、酒一杯くれ。はい。おくま、今出てったの平助と一郎だだろ。ええ、八兵衛の旦那。一体どうなっちまってんですか、北町の城回りは。どうって。みんなてんでバラバラじゃありませんか。腹が立つんだろうな、若えもんはな。それどころか一郎太さん、嫌気がさしてますよ、同心に。そんなことはねえだろ。茶問屋の父親にねだって株を買ってもらい、ようやくなった同心だよ。だからなおさらがっかりしてんですよ。なるほど。おこま、お前さんなかなかの学者だね。何言ってんです。おしんちゃん。はい。のれん片付けておくれ。いらっしゃい。キザな遊びに。なんだ当選。お酒ですね。お、糸の切れたタコとキザな遊びに。八兵衛さん、面白いことが分かりましたよ。青山様のことかい。ええ、10日ほど前なんですがね、両国の江戸前って料亭で青山様と扇屋のおしず会ってましたよ。おしずは泣いていて、青山様は怖え顔してたとか。どうやら間違いなさそうですね、あの手紙。おめえさんたち北町の青山と知ってのことだろうね。見ねえ面だがどこの申し訳ない。おい、何してるんだ。お前が殺したのか。下手人はまだこの辺りにいるはずだ。手配しろ。青山様。さっさと手配しねえかい。はっ。どうして差し料を拝見させてください。見せてください。失礼します。一郎太のやつ、仮に襲撃されたとしても殺すことはなかったはずだってムキになってましてね。で孫さん、殺された二人どこの誰だか分かってんのかい。ええ、本所あたりでとぐろを巻いている野村と篠崎って食い詰め浪人でした。ということは誰かが金で浪人を雇って青山様を襲ったってわけだね。ええ、源吾は扇屋が雇ったんじゃないかって言ってますがね。女房の恨みを晴らすか。でもね。青山はいかがいたした。急がい。青山に本日のこの隙に出頭せよとしかと申し伝えたのであろうな。ああ、それはもう間違いなく。おのれ、我らを愚弄しよって。恐れながら青山殿はただいま事の真相を解き明かさんとしているものと思われます。今しばらく猶予を与えるべきかと存じます。片平殿、扇屋の
女房の一件に続いてこたびの不祥事、猶予が欲しければ我らにそれなりの説明があってしかるべき。違いますかな。しかしこのようなところで拉致もない戦議をするよりは。片平殿、拉致もないとは何ですか？拉致もないとは。では申し上げます。お歴々は事の真相を明らかにしたいのですか、それとも青山殿をお役御免にしたいのですか？いや、それは。直吉、俺を恨みてんならいくら恨んでもいいんだぜ。はい、お言葉がなくても恨んでおりますよ。殺してほどにかい？ですが私は人には頼みません。必ずとも自分でやります。いい覚悟だ。それでこそお静も浮かばれるってもんだ。襲われた？ええ。それであいつは殺されたんですか？お前さんには残念だがご無事だよ。それでね、おくみさん、私たちは誰かが金で浪人を雇って青山様を狙ったと睨んでんだが。私だとおっしゃるんですか？浪人雇ったの。まあおしずさんのことで恨んでる限りは。旦那、私やるなら自分でやります。姉さん、おっかさんが死んでからずっと私を育ててくれたんです。そして直吉兄さんと一緒になって直太が生まれて幸せだったんです。それなのにあいつは姉さんの敵なんです。私敵は何年かかったって自分で撃ちます。おつけない。どうも徳松。へい、嘘をついてるとは思いませんね。俺もそう見るね。青山様。おしずの亭主もやるときはてめえでやるって言ってたよ。じゃあおぎゃに。おくみに当たる手間おかげで省けたぜ。青山様、いずこへ？何がいずこで。恥邪魔するんじゃねえぜ。はい。旦那、徳松。青山様、自分を餌にしてんだ。餌？誰かが襲ってくるの待ってんだ。フラットシロだけ誰に取られたか知ってんだ。話せよ。知らねえって言ってんだろ。ボケんじゃねえ。私に任せなさい。何してやがんだ。差し向きだな、千七。子供の頃いつもお前にいじめられてた茶問屋の一郎太だよ。一郎太？誰が野村と篠崎を雇ったか教えねえとすっぱだかにして往来を歩かせんぞ。子供の頃お前が俺にしたようにな。おい、やめろ。やめてくれ。勘弁してほしいな、ハゲ。旗本だ。あいつら旗本に雇われたんだよ。旗本だと？そいつの名前は？そこまでは知らねえ。本当だ。本当に知らねえんだ。よし、これから殴り込みだ。酔わなきゃ殴り込めない怖いお人ですか？何が怖いもんだ。かっこつけやってバカだ。夜分突然お伺いいたします。どうして申し訳ございません。いや、どうも。お送りいたしました。俺も一人で季節外れの月見酒ってしゃれてんのよ。それどころじゃありませんな、青山様。私は悔しい。まあ飲みに。仏の八兵衛が怒り上戸とは知らなかったぜ。
どうして私たちを信じてくれないんですか。どうして事の真相を、つまりおしずが首をつった理由をどうして教えてくれないんですか。それが私は悔しいんです。まあいいじゃねえか、そんなことは。よかない。絶対よくありませんぞ、青山様。あなたおめえを着ては奉行所追放されてもいいんですか。いいですか。おいおい、私はそれが情けねこんな泣きじゃもかい。おめえ忙しいな。おい、え。かたじけのことです。今度は笑いじゃもかい。え、ハチ。おかしいのおかしくねえだって。青山様、仏田はじめいさだかも言っておりませんぞ。だったら消えんねえ。夜の夜中にそんな野暮な野郎とは付き合いきれねえよ。青山様さ、ご無礼な。ハチ、同心でいたかったら下手なしびれしねえでおとなしくしてろい。お前です。痛い、親が痛い。話しておくれませ。同心でいたかったらおとなしくしてろか。お偉いさんにでも睨まれましたか。お偉いさんね。八兵衛さん、青山様の一件何か分かりましたか。いや、さっぱりだが、そっちはどうだ。はい、二人の浪人に青山様を襲わせたやつが旗本だってことまで分かりましたよ。旗本？ええ、名前や詳しいことはまだ分かりませんがね。いやもう磯貝さんの評判は上々の吉でございますよ。それほどでもねえけどよ。嬉しいこと言ってくれんじゃねえか。悪い役人の命を旗本が狙い、役人は上役の足を引っ張る。もうやってられませんよ。おい一郎太、どこ行くんだ。ここにいたらイライラしちゃって飯食ってきます。俺も行くぜ。俺も役者知ってるんだろ。任しとけ任しとけ。孫さん、上役の足引っ張るってのはあの二人のことかい。人間は出世と金に弱いですからね。仏田様、徳松さんのお使いが見えてます。旦那こっちです。ご苦労さん。10日前おしずがここで身投げをしようとしたのは間違いねえのか。へい、こっちの占いの先生が見てましてね。人相風体から扇屋のおしずに間違いありません。すまねえがもう一度話してくれないか。あれは昼飯を食べて店を開いた後だから9つ頃だと思うがな。お尋ねのおかみさんが随分と思い詰めた顔で橋を渡っていってな。親父、どうしたんだあのご心臓。さあ、体の具合でも悪いのかな。よさねえかい。落ち着け。落ち着くんだよ。椎名どうするんだ。よさねえかい。それからお侍がそのおかみさんを落ち着かせてどこかへ連れて行ってな。旦那、そのどこかってのが時刻から見てどうやら料亭の江戸膳ですよ。先生、今の話だとそのお侍とおかみさん、初めて会ったやつだね。ありゃどう見ても初めてだよ。そうかいや、ありがとうよ。いや、待たせてすまない。で用ってのは何で。ああ、他でもない。奉行所に救う金の亡者どもがどうあってもお主をこの北町から追い出したいらしい。勝手にやらしておきねいや、それはそうだが油断はできんぞ。それでお主の方はどうなのだ。何がで。この不利な状況を乗り切る手立てだ。まあ心配するね。あったのか。
まあな。それじゃなんだ。俺も手伝う。そして早く手を打つんだ。片平、おめえが焦ることはねえだろそれはそうだが、いやしかしいい風だね。お八兵衛さん、たこ揚げしてる場合じゃないでしょそう言うな。こうしてると落ち着いてな。二人の浪人を雇った旗本ってのが青山様で、ゆすりの手先に使った挙句口を封じた。違いますかね。そいつは考えすぎだろ。だったらなぜ青山様は潔白を証明しないのですか。さあね。平助さん、もう放っときましょう。どうせ証明なんかできやしないんです。おい待て、どうした一郎太。浪人たちに青山様を襲わせた旗本が北町のお偉いさんだったら、おしずとはどう関わるんだ。まさか。くそっ。八兵衛さん。あったかい。ええ、きっとこれですね。扇屋押し込みの一件。押し込み。5年前、扇屋真白の三次って盗っ人に押し込まれて130両の金が盗まれてますね。おしずが北町と関わりを持ったとしたらこの一件からですね。5年前の押し込みか。で孫さん、その真白の三日なお名になったのかい。そうか。どこかで聞いたことがあると思ってたら、扇屋ってのは5年前真白の三次が押し込んだ呉服屋だったのか。ええ。それで磯貝さん、真白の三次今どうしてるかご存知ですか。真白の三次。おう、三次なら扇屋に押し込んだ2年後お縄になって獄務になったはずだな。獄門。あ捕まえたのは誰です。あ、確か去年卒中で死んだ臨時回りの佐島さんだ。死んだ佐島さんとなると三次の口書きしかねえか。ごめん。真白の三次の口書きありましたか。そいつが妙なことにないんだよ。獄務になった咎人の口書きがないなんてそんなはずないでしょう。変ですね。だろう。誰かが持ち出したんですかね。仏田さん、このとっつぁんが三次が入っていた牢の隠居の彦蔵です。そうかい。とっつぁん、マスター作んな。ええ。とっつぁん、真白の三次どういうやつだったい。旦那、あっしもこの年になるまでいろんな悪党を見てきましたが、心底醜い野郎でしたね。へえ。どんなふうに醜いんだい。ええ、押し込み先で女に乱暴する、まあよくあることですが、三次の野郎はてめえが乱暴した女の名前を数えた挙句、日本橋の呉服屋のせがれはそん時の自分の子供だなんて自慢しやがるんですよ。そんなことをベラベラしゃべってお奉行所の口書きにでも残っちまったら、一生懸命辛さに耐えてる女は救われませんや。そいつが本当だったらなおさらね。三次は扇屋のせがれが自分の子供だと言った。そしてそいつは口書きに残った。その口書きを奉行所の誰かが持ち出し、扇屋のおしずを脅した。おしずは秘密を、いや子供を守るために。
どうして？姉さんの敵。少しは気が済んだかい？おくみ傷の手当てを。かすり傷で。おくみ、何する？敵を撃ったんだ。私は姉さんの敵を撃ったんです。そいつは違うよ。おしずを自害に追い込んだのは青山様じゃない。嘘です。そんなの嘘です。おくみ、5年前大木屋に盗人が押し込んだの覚えてるだろう。そいつはね、マシラの三次って盗人なんだが、お店に押し込んで金を盗んだ挙句女に乱暴する。八兵衛、よさねえかい？青山様、あなたがどんなお面を着せてもおしずの秘密を守ってやるという覚悟はよく分かっております。ですがおくみには真実を知っておいてもらうべきです。姉さんの秘密？そうだよ。おくみ、おしずは盗人に乱暴されて。バカ野郎、おしずは何のために自害したと思うんで？ですが青山様、真相を知らない限りおくみは生涯あなたを恨み続けなきゃならないんです。人を恨み続ける辛さ、悲しさだってあるんです。姉さんの秘密って何なんです？教えてください。おくみ、そいつは直太のことだ。直太？じゃあまさか直太。乱暴された時の子なんだよ。そいつを書いた盗人の口書きを奉行所から持ち出し、おしずにゆすりをかけた悪党がいてね。おしずは秘密を、いや直太を守るに必死だった。子供には罪はねえからね。そしておしずの苦しみを知った青山様は、自分が何と罵られようがおしずの願い通り全てを秘密にして直太を守ってやろうとしてるんだよ。だったらどうして？下手人を早く捕まえてやるっておしずとの約束を果たせなかった青山様のせめてもの償いだと思うよ。本当のこと早く教えてほしかった。青山様はおしずの自害を無駄にさせたくなかった。直太とおしずの誇りを守ってやりたかったんだ。あち、その俺にしときねえ。許してください。おめえに罪はねえよ。おくみ、あの手紙誰から聞いて書いたんだい？お侍です。青山様のことをよく知ってるって旗本のお侍がお店に来て教えてくれたんです。その旗本の名前は何か特徴なかったかい？特徴？確か右手の甲に古い傷跡がありました。青山様、やはりな。何者だ？俺だよ。おお、青山。何か用か？片平、奉行所から真白の三次の口書き持ち出し、そいつをネタにおしずをゆすり自害に追い込んだな。おめえだな。
おまけに青山様がその事実をおしずから聞き調べ始めたのを知りおくみに手紙を書かせ青山様に罪をなすりつけ命まで狙った汚すぎて呆れ果てましたよ。奉行所ってとこはいろんな人の秘密と悲しみで一平だ。そいつを役人が悪用したら世の中の人は何を信用してらいいんで。おめえは役人の恥さらしたしょうのねえ野郎だぜ。片平様、申し訳ありませんが扇屋のおしずに詫びに行ってもらいますよ。たまにお前たちに俺が裁けると思ってるのか。な片平、さっさと腹切っておしずに詫びんのが一応収まりがいいんじゃねえのかい。腹をもっともおめえさんには過ぎた裁きだとは思うがね。はじめその方片平殿惨殺の現場に通り合わせながら下手人を取り逃がすとは何たる不始末。ああ、意外な出来事に仰天しつい腰を抜かして。情けない、役立たずか。はあ、申し訳ございません。ごめん。片平殿の件を聞き及び急ぎ参上いたしました。それなんだがな青山殿、片平殿の一件なかなか始末に難しくてな。ほう、始末に難しい。それがし片平殿は急な病での頓死と伺いましたが、ないそがい。はい。おめえも片平殿が病死だってことは聞いたはずだぜ。さようでございます。私も確かにそう伺いました。青山様のおっしゃる通り片平様は病死でございます。そうか、青山殿も磯貝も病死と聞きましたか。なるほど、片平殿は病死、確かに病死でござる。おのおの方ご依存ござるかな。いや、ござらぬ。片平縫之助殿病死で結構。そのような処理で結構でございますな。まったく私も結構でござる。バカ、役立たずには聞いておらぬわ。ではそれがしはこれにて。ごめん。嫌なお方の親切よりも好いたお方の無理がよい。眉は太くて立派で、目はどんな感じ。切れ長で鋭いかな。こんな風ですか。なんだか青山様に似てるな。まずいよ。とにかくな、よく覚えてねえんだよ。八兵衛さん、それでも八丁堀の同心ですか。腰を抜かした挙句下手人の兄さんも覚えてないなんて。でもな、平助、片平様は病死ってことで宣言差し止めになったんだからもういいじゃねえかよ。冗談じゃないですよ。そんなの納得できませんよ。大体片平様もおめおめ切られるなんて情けなさすぎます。本当ですよ。青山様の件といい、片平様の件といい、臭いものには蓋ばっかりじゃありませんか。英介一郎太、世の中にはな、はっきりさせない方がいいこともあるんだよ。ベンベン。さすが孫さん、その通り。ベンベン。青山様の一件どうなりました？当分片平様の後始末でそれどころじゃねえよ。ってことはこのままなし崩しのうやむや磯貝さんの出世は夢のまた夢、がっくりですか？バカ野郎、荻野のせいだ。
八兵衛大体居合わせながらドジを踏んだおめえが悪いんだろ。申し訳ございません。反省いたしております。反省して済めやな。奉行所はいらねえんだよ。石さん、おめえさん剣術界でもなるつもりかい？いいえ、まだ決めていません。だったらやっとの稽古はそれぐらいにして子供らしく表で遊んどいで。父上はおめえを着せられたままで悔しくないんですか？おめえね、難しい言葉知ってるもんですね。ごまかさないで答えてください。ねえ一さん、俺たちの商売は人を守ることなんだよ。そのためにはおめえでも新装束でも何でも着るさね。父上だけです。そんなきれい事を言っているのは。あら、仏田の旦那。おお、おしずさんのお墓に。ありがとうございます。じゃあ。青山様もわざわざありがとうございます。さあ。いや、やめとくよ。そうですね。直組、おしずに全て片付いてから安心してくれってな。本当にありがとうございました。ありがとうございます。幸せになってもらいてえもんだ。おしずのためにも。ええ、貧乏くじを引いた私たちのためにも。ああ。関係ないハートはよくこの迷宮ストレスまでハマったんだって Everyday それが正体かい嘘をついても嘘じゃなくなるお待ちどうさま。いらっしゃいまし。何しましょう。お茶とお団子。これなどお似合いになると下手人がこの辺りに。行かねえな。そこは絶対行かない。そこですな。あるいはこちらの方へ立ち寄ったかも。帰っちゃいけねえ。つまようじつまようじ。この件はどうなってる？おいみんな。どうなって聞いてんだから。このまま切れても誰のせいじゃない